号外。急に何？アンソロピックがクロードの新機能を発表した。クロードってのは生成 AI だっけ？ああ。コンピュータユースといって、その名の通りクロードにコンピュータを直接操作させる。それはさすがにすごそう。早速やってみない？もちろん、パソコン室へ移るぜ。コンピュータユースを手っ取り早く使うための実装例があったので、おとなしくそれを使う。ドッカー？この機能はまだベータ版で、ドッカーコンテナっていう隔離された環境でやってもらう。大失敗しても大丈夫なように？だな。Windows を使っているパソコン初心者に言っておくと、Docker のインストールには WSL というものが必要かもしれない。WSL の導入についての動画はあるので、よかったらどうぞ。WSL さえ入れてしまえば、あとはそれこそクロードにでも聞けば問題ないだろう。Docker を入れたらこれをやるだけ？API キーはアンソロピックのサイトで作れる。有料ってこと？そうだな、チャージもする必要があるぜ。ガーン。さて実際にやってみよう。これを開けって言ってる。開くぜ。なんかすごそう。クロードにやらせたいことはあるか？猫の絵を描くとか。簡単そうに見せかけていやらしい課題だな。いいだろう、頼んでみるか。猫の絵を描いてください。申し訳ありませんが、現在使用可能なツールでは直接絵を描くことができません。お絵描きソフトをインストールできるんだったらしてよ。1でお願いします。GIMP をインストールして使用してみましょう。偉い。では、GIMP を起動してみましょう。申し訳ありません、DBus が必要なようです。追加でインストールしてから再度試してみましょう。開いた？スクリーンショットを撮って、GIMP が起動しているか確認してみましょう。GIMP が正常に起動しました。新しいキャンバスを作成しましょう。デフォルトのサイズで OK です。OK ボタンをクリックしましょう。キャンバスができました。では、鉛筆ツールを選択して猫を描いていきましょう。申し訳ありません。鉛筆ツールではなく、ブラシツールを使用しましょう。申し訳ありませんが、GIMP の操作が思うようにいかないようです。これは、GUI ツールを使って絵を描くのが難しい環境であることを示しています。これだけ引っ張っておいてそれ？じゃあもっと簡単なソフトでやり直してよ。2でお願いします。はい、より簡単なドローイングツールとして X ペイントを試してみましょう。X ペイントを起動してみましょう。スクリーンショットを撮って、X ペイントが起動しているか確認しましょう。X ペイントのメインウィンドウをクリックしましょう。申し訳ありませんが、X ペイントも同様に操作が難しい状況のようです。この環境では、グラフィカルなドローイングツールの使用が思うように機能しないようです。言い訳は上手だね。もっと簡単なのがあるなら、それでやりな。2でお願いします。はい、タックスペイントをインストールして試してみましょう。タックスペイントは子供向けの描画ソフトで、とても使いやすいツールです。タックスってのはこのペンギンのことだぜ。では、タックスペイントを起動してみましょう。音声関連のエラーが出ていますが、描画には影響ないはずです。スクリーンショットを撮って確認してみましょう。タックスペイントが起動しました。これなら使いやすそうです。では、猫を描いていきましょう。まず、黒色を選択します。次に、太めのブラシを選択します。では、キャンバスの中央あたりに猫の顔を描いてみましょう。やっと線を引けたね。次に、耳を描きましょう。次に？まあ、見てやろうじゃないの。どうもこれが顔の輪郭のつもりのようだが、まあ、後で調整するのかもな。
もう片方の耳も描きましょう。さすがにちょっと怪しい。起きろ。次に、目を描きましょう。まず、左目を描きます。これが顔で、これが耳だっけ？やっぱりこれ全体が顔でしたってするのかもな。右目も描きましょう。一応顔っぽい何かはできそう。これが耳っていうのは聞かなかったことにしてやるか。ダックスフントならこれが耳でもいいかも。犬だけどな。お、点を打った。最後に、鼻を描きましょう。ここに鼻？胴体っていうなら意味はなすが。また固まってる？起きろ。シンプルな猫の絵が描けました。保存しましょう。セーブボタンをクリックします。シンプルな猫の絵が完成しました。これ以外に何か描き足したいものや、別の絵を描きたい場合はお申し付けください。